気持ちがうまく伝わらない感じがありますね、よく。通りがかりにこういいねって盛り上げてくれる。ギャップだわ。そうそう。外国の人はその場で喋ってすぐ仲良くなれるっていう感じがあります。Hey guys, today we are at Bunka Fashion College, which is one of the most famous fashion colleges in Japan. And today we're going to ask the stylish people here if when they communicate with other people from foreign countries, if they think there is a kind of gap in communication or something that is totally different. So let's go and ask Japanese. 海外の人と会話すると、ちょっと会話でできてるギャップとかたまに感じたりとかしますか？言葉は通じないですけど、もちろんなんかこう片言とか、今やったら翻訳アプリとかあるんで、そういうので話したりしますけど、そんなにすごいギャップとかはあんまり。100% 全部通じるですか？言葉ですか？は通じないですけど、もちろんそこはありますけど、あんまりそういうのないかも俺。じゃあ割と会話がうまくできる。なんかあんまりびっくりせえへんかも。やばこいつみたいなのはなったことないですね。じゃあ海外の人と会話するとたまにギャップができたりとか通じてなかったりとかありますか？ありますけど、すごい早口で言われちゃうと、その人が普通だと思うんだけど、それがでもこっちは聞き取れなかったりとかはあります。でもなんか結構ノリとフィーリングで結構わかります。ギャップでも最初にこうやって会話するときは海外の方の方がリアクションすごくオーバーにしてくれるから、逆に多分日本人から海外の人にするときに日本人のリアクションが割と少ないっていうか薄いから伝わりにくいのかなっていう思うことはあります。逆にこっちから感じることはあんまりないけど、自分が会話してるときにもう少しオーバーにしてあげた方が分かりやすいかなとかって思うことはありますね。英語は喋れないんですけど、なんか外人の人ってすごい積極的に話しかけてくれるので、なんかそれも喋りやすいし、なんか教えてあげようとか喋ってあげようっていう気持ちになります。やっぱ英語で喋っても発音が聞き取られなかったりとかすることがある。その多分意味は合ってるんですけど、発音が違くてって聞き返されることがあって、そういうところかな。言葉のニュアンスが違う感じですかね。いろいろ聞かれたりしても気持ちがうまく伝わらない感じがありますね、よく。これはもうちょっと海外の人の喋れるようになりたいみたいなのがありますか？やっぱ英語が喋れればもっと意思疎通ができるかなって思います。でもやっぱり服装とか、こういう服装で歩いてると日本人はなんかちょっと目立つからなんかこう引いてくるんだけど、海外の人はなんかいいねって通りがかりにこういいねって盛り上げてくれる。ギャップだわ。そうそうそう、なんか受け入れてくれる、ちゃんと。そうそうそう、なんか個性をちゃんと認めてくれるけど、日本人は個性がこう普通の人と外れると引く。海外の人はでも何でもはっきり言ってくれる。いいことも悪いことも裏表なしに何でもちゃんとはっきり言ってくる。もうなんだか日本人はなんだかんだ気使って悪いこともちょっと濁すみたいな、察しろみたいな、そういうのがなくてストレートにスパンって言ってくれて、それは気持ちいいなって思います。すごい嬉しいんですけど、積極的すぎてびっくりすることはありますね。確かに。口説き方がすごいとか、レディーファーストがすごいみたいな、すごい女の人大事にしてるのはすごいいいなって思うんですけど、日本人はシャイなんで、外国人はすごいそれをなんかすごい出してくるなっていうのはあります。日本に来る外人さんって普通の日本人よりちょっと礼儀が正しいっていうか、例えばね、道とか案内された時もすごいお礼してくれたりとかして、ゴミとかもポイとかしないし、そういう面に関してはやっぱり日本人より優しいところはあるなって、それは外国人すごい尊敬する感じします。あんまりおどおどしてる人がいないかな、外国人。なんかもう初めて会ったに友達感覚で話してくれる人が多いイメージがありますね。外国は敬語がないですよね。国によってでも英語はないですね。なんかそういうところがやっぱ日本とはギャップになってるんじゃないかなと思いますね。そうですね。やっぱ今みんな言ってた通り、外国人のみんなは結構フランクだけど、日本のみんなとかは結構律儀なんで、
こうペコペコペコって頭が腰が低いっていうか感じなんですけどね。まあそういう僕的にもやっぱフランクに行きたいんですよ。なんだけどやっぱこう文化的にまあそういうのが根付いちゃってるんで、そこがこうギャップかなっていうのはあるですね、海外との。ありますね。まあテンションも割と私も高い方なんですけど、外人のテンションの上げ下げもすごいし、そこでジョーク言うのっていうところでジョーク言ったりするのが面白いですね。例えばすごい真面目な時に、例えばみんなで授業の説明聞いてる時にそこでポソってなんかギャグ言ったりとかするのが面白いかなと思います。日本ではしない感じで。もうみんな恥ずかしくて言えなかったりするので、あんまり日本人だと言わないことを急に言っちゃう。かわいそうかなと思って言わないこともなんか普通に言っちゃうから、そこで言っちゃうんだみたいな。ちょっとその時には言わない方が良かったかもしれない。日本人はシャイだから急に話して仲良くなるっていうのがあんまりないけど、外国の人はその場で喋ってすぐ仲良くなれるっていう感じがあります。そう、文化はなんか留学生がすごく多いので、でもそっちの人の方が日本人より早く仲良くなったりはします。ありがとうございました。ありがとうございます。So, gap in communication. One thing that's really big is many foreigners are very direct. They say what they want, they say where they want to go, while Japanese people are more reluctant to actually say what they really want to do. They imply certain things or they hold their opinion back. So it's really, really important that you are able to read the ear and get very, very carefully at that. That is a mistake that many foreigners do when they come to Japan for the very, very first time. One example I'd like to give you was I knew a Japanese guy and a German girl as a couple of years ago, and the thing is, she liked him, he liked her, but they missed each other due to communication. So for example, what I could see from a Western aspect, she really liked him, but she tried to be tough. She sometimes did like tough jokes, maybe sometimes slightly sexual jokes, because she was just trying to hide her embarrassment that way and try to act cool and tough, which is a thing that girls in the Western society often do. While he saw that completely in a different way. In Japan, girls are supposed to be cute. They're not supposed to act like tough. So he saw her more as a, well, why did she say that? And a woman shouldn't be saying that. He had very strict Japanese standards that he tried to apply to her, and unfortunately that's how they missed each other. If he'd hold back a little bit of his high standards that he expected a woman to be more quiet and calm down and stuff like that. If he'd opened himself up a little bit more to different opportunities, he would have been more open for her. Same thing for her. She might have just there were a couple of jokes that you just shouldn't do cultural wise. It just didn't work. And it was really a shame for me to see how they just both missed each other. And that was a real, lost in translation and communication moment that I experienced with my two friends there. So always sometimes be careful when you encounter people of a different culture. Communication is very important. The more you do, even about the things that you're communicating about, the better. Try to sort it out. And I wish you lots of happiness. So that was our communication topic. Have you ever had problems communicating something with someone, and that's not even based on language but also on culture? Let us know. Looking forward to reading your comments. And there are more videos we took at Bunka Fashion College. Be sure to check them out. Catch you soon on Ask Japanese. Bye! Bunka Fashion College is one of the most famous colleges for fashion in Japan. Many popular designers have studied at this college and graduate school. Coming to their school festival gives you a chance to see what the next generation of designers has in store. Creative and daring, we're looking forward to seeing what new designs will come from Bunka Fashion College. Which of the fashion styles you've seen today was the best? Leave us a comment of which fashion style you like the most. Catch you soon for another video on Ask Japanese.